はい、ちょこちょこカスタムをしたのでご紹介をしたいと思います。まずバイクの顔と言っても良いタンクですね。こちらを塗装しました。前々から外装をすべて黒にしたいなと思っていろいろねシミュレーションをしてたんですけども、なんかね全部黒っていうのも定番っぽいっていうか、よくある感じになっちゃうかなと思ったので、とりあえずまずタンクだけ黒にしてそれから考えようと思い挑戦してみました。YouTube とかね見ると皆さん自分でやってる動画もね結構あるんで、それを参考にしながらやってみました。結果ねうまくいった方かと思います。まず剥離ですね。剥離をしないといけないんですけども、その前に純正のタンクパッドですね、こちらを剥がすんですけど、これがね結構強烈なテープでね、両面テープでくっついてたんでかなり手間取りました。で剥離剤を使用して裸のタンクの状態にしました。剥離後、軽くペーパーをかけ、下地のプラサフ、そして黒の塗装、その後シルバーのラインを入れて、そして艶消しのウレタンクリアという順番でやったんですけども、仕上げのウレタンクリアをね厚く塗りすぎちゃって白濁しちゃったんですよね。で再度剥離して同じくプラサフ、そしてもうなんかねめんどくさくなっちゃったんで、もう艶消しのね黒のウレタンクリアというのがあったので、もうそちらをもう拭いてしまいました。でシルバーのラインはカーラッピングのやつをカットして貼り付けました。これもね後々気分によってねこういうラインのね色とかも張り替えできるかなと思ったので、これで良いかなと。そして合皮のタンクパッドを装着してタンク周りは完成です。でタンクの縁にねクラシックモールも取り付けて、なかなか良い出来栄えとなったかと思います。次はウインカーですね。大きいね純正のウインカーもクラシックでいいんですけども、ハーレーとかねカスタムで使われている今時のねちっちゃいウインカー LED のやつですね、ちゃんとE マーク付きなんで車検対応ということです。フロントはねフォークに取り付け、見た目はかなりスリムなイメージになりました。でリアも取り付けたんですけども、この際だということでノーマルのね大きいテールのセット一式を取り払って、でナンバープレート一体型のウインカーとテールランプに仕上げました。テールランプはねデートナの LED のテールで、ちょっとねどこについてるんだぐらいの小ささなんですけども、こちらも車検対応の E マーク付きです。ついでにリアのドライブレコーダー、こちらのカメラもフェンダーの下の隙間に潜らせて、かなりすっきりとした外観にまとまったかと思います。ゆくゆくはね車外のショートフェンダーでもっとね短いフェンダーにしたいんですけど、今のところはねこれで様子を見ようかなと思います。お次はステップです。せっかくねカフェレーサーのスタイルなんでバックステップにしたいと思ってたんですけども、W800 用のバックステップってそもそもラインナップが少ない上に、2019年型からですねリアブレーキが
ディスク式になったということもあって、前のモデルのやつが使えないんですよね。で、現状在庫ではねほとんどなくて、でビートのやつにしようかと思って注文してみたらもう3ヶ月以上かかるということと、値段もちょっといいお値段するんで、純正のステップバーのみ交換するタイプに交換してみました。でこれね、なおかつ位置を微妙に調整できるので、お好みの位置に持っていけるというのが素晴らしいところです。で本格的なねバックステップほどバックはしないですけども、ノーマルの重々しいステップとはちょっと違って、軽快な感じで、実際ステップワークはかなりやりやすくなったかなという感じです。ただステップ位置は変わるんですけども、ペダル位置が変わらないんで遠くなっちゃいますよね。遠くなったり変な位置になったりして操作が若干しにくくなりました。なのでね、近所の町工場に持ってって3センチくらいねカットしてもらった上に溶接もしてもらいました。でちょうどいい感じにペダル位置が決まって、ただねちょっとゴムのステップバーではないので振動がねちょっと足に少し感じるようになりました。合わせてねヒールガードを設置しました。これもちょっとねいいお値段するんですけども、ヒールガードこちらをつけるおかげでステップワークがしやすくなったのと、エンジンにね直に足が当たらなくなって暑さから逃れることができ快適になりました。これちょっと純正でつけてほしいですよね。そして、液パイに巻いていたバンテージですね。耐熱のバンテージなんですけども、以前は黒を巻いていたんですけどカーキにしました。黒はねつけたらね、これ製品によると思うんですけど、熱でね色落ちしちゃって白くなっちゃってみすぼらしい感じになっちゃったんですよね。なので交換しました。カーキのねこの少し光っている感じ、これかなり気に入っております。黒もね色落ちしなければそのまんまだったと思うんですけど、ちょっと今回の黒は外れを引いちゃったなと思います。そしてバーエンドミラーですね。前回ちょっと中国製のやつ、中国のメーカーさんですかねのやつにしてたんですけども、こちらのナポレオンミラーに変更しました。前のやつもね軽くて良かったんですけど、ちょっとねハンドルから少し距離があって、すり抜けはあんまりしないんですけど、車体幅がねちょっとつかみづらかったんで、もう少し手前にミラーが欲しかったので注文しました。見た目はね微妙な違いなんですけども、運転すると結構ね違います。かなりコンパクトにまとまった感じです。で先日つけたパフォーマンスダンパー、こちらもねカスタム感出て良好です。効果のほどはねレビューを見ていただければと思うんですけど、現在もねちょっとつけたり外したりいろいろ試してはいます。これは見た目気に入ってるんでもいいんですけどね。こんな感じでちょこちょこいじりました。次はねサイドカバーをねヘアライン仕上げに自分でやろうかなとか、あとホイールのねリムをもう少し幅のあるやつに変えて、もうちょい太めのタイヤ履いてみようかなとか、いろいろ企んでおります。とりあえず今回は以上です。